こんにちは。今日は休日の今もう5時ですね。飲み物はポーションのアールグレイです。もう最後の一つでした。美味しい。今日話そうと思っているのは最近の私の変化、環境の変化っていうのかなについて話そうと思います。まず時を遡ればあれは2年前になるのかな。もうコロナの始まりは2020年でしたっけ。多分2020年っていう体で話すと、私今派遣として会社に勤めてて、私の会社はコロナがお正月1月くらいに流行って、でそこからもう5月6月とかにはみんなリモートになってたと思うんですよ。だけど私はちょくちょくみんながリモートになってる中、私の部署は週に1回とか2回は出勤していて、それが何週間かあって、でそこからもう完全にリモートになったから、ちょっと前のお家のお部屋が少し狭かったので、もうちょっと広いお家に引っ越したいなと思ってこの家に引っ越してきました。それが去年の夏頃ですね。本当にずっとリモートが続くと思ってて、7月に出勤してくださいっていうのを会社から言われちゃって、でそこから2年ぶりに出勤が始まりました。って言っても私は今まで2年間完全に出勤してなかったわけではなくて、業務上3ヶ月に1回とかは出勤しないといけなかったので、その時はもう私一人が出勤するオフィスみたいなところがあって、でそこに出勤してたんですけど、でもそれでも同じ職場の人とはもう全然合わない状態でした。7月末からまた出勤してくださいってなって、で今出勤もう毎日出勤が始まってます。もう最初はね、正直ちょっと嫌だったんですよ。今までは3ヶ月に1回だったから、まだその日は早寝早起きできたし、毎日じゃないっていうこともあって気持ち的にも楽だったんですけど、毎日出勤だともうね、終わりが見えないじゃないですか。今まで私毎日出勤してた時、なんかすごいなって自分で思っちゃって、本当もう久々すぎてね、2年ぶりだから、いざ出勤が始まると意外と楽しくて、お弁当作りもだし、一番は早寝早起きができるようになったっていうのが結構嬉しいですね。そうなので今日はリモートしてた時と出勤が始まった今のいいところと悪いところを話していこうと思ってます。まずはいいところから。さっきも言ったけど早寝早起きができるようになったっていうことで、私今までリモートの時は仕事が始まる10分前とか5分前に起きてたんですよ。もうね、これはあんまり良くないけど、でそこからもう適当に朝ごはんババーって食べて、で夜は結構夜更かししがちで、もうどうせ明日の朝もギリギリまで寝れるからって思って、もう本当に平日もそんな生活だし、休日はもうもっと朝方まで起きたりとかしてました。だからリモート中は結構その生活が続いてたので、私が日常 Vlog で今日は7時に早起きできたっていうのをキャプションで書いたら、コメントね、7時でも早起きなんですねっていうコメントが来てて、そう私にとっては7時起きなんてほんと奇跡ぐらい早くて、ね、今は7時起きが当たり前だし、なんならもう7時前とか6時半とかにも起きたりする日もあるし、だけど早寝早起きの生活ができるようになったっていうのが嬉しいです。あとは健康的になれたかなと思って、リモート中って家の中しか歩かないから、お手洗いに行くとかキッチンに行くとか、もうそれぐらいしか歩かないじゃないですか。仕事終わりに買い物に行くってなったらまたちょっと歩く距離も増えるけど、私が最近思ってたのが、外出してお出かけする時とか外歩いてるともうすぐに疲れちゃうんですよ。多分本当に家で全然歩いてないから、外で歩くのが結構ね、体力使ってたんだと思います。だけど今出勤することによって駅から職場まではちょっと歩くので、その分健康になれると思いながら歩いてます。お弁当作りが楽しいっていうところで、出勤してた頃はもうほぼ毎日お弁当を作って持って行ってたんですけど、3ヶ月に1回になって、でも最近の3ヶ月に1回の出勤の日とかはちょっと寝坊しちゃって、お弁当を作る時間もなかったってくらいたまにしか作ってなかったんですけど、それがもう毎日作るようになって、お弁当用のレシピとかも調べたりするようになったし、お弁当グッズも見てて楽しいので、そういうのもネットとかお店で
探すようになりました。それは結構楽しいですね。ダイソーとかも可愛いお弁当グッズあるし、であとお弁当に入れるおかずとかを調べてると、もう自然とお料理のレパートリーも増えそうなので、そこはね前向きに毎日お弁当作り頑張りたいと思います。でもやっぱ毎日手作りってなると本当大変な時があるので、そういう時はガンガン冷凍食品とか使ったり、お惣菜とか前日の夜に買ってそれをお弁当に詰めたり、あとは外食したりとかコンビニで買ったりとかも全然いいと思うので、その辺はバランスを見ながらお弁当生活続けたいなと思ってます。メリットもう一つは、仕事終わりにいろいろ寄り道ができるようになったっていうところで、職場の近くのお店とか入ったりとかは結構楽しいですね。まだそんなに開拓できてないけど、今日はお弁当持っていかないっていう日に職場の近くで美味しそうなお店調べてそこ入ったりとかも楽しんでやってます。デメリットが、さっき駅から職場まで歩くって言ったんですけど、その往復で足に筋肉がついたんですよ。今までは本当にそんなに歩いてなかったから筋肉がそんなにないっていう足だったんですけど、最近ねなんかふくらはぎのところに見てもわかるくらい筋肉が出てるなって思います。だから痩せるとかじゃなくて、私食事が変わって、リモート中は朝と昼を一緒に食べることが結構多かったんですよ。もちろんもうその日ちょっと早く起きれたら朝ごはん作って昼も食べて夜も食べるっていう日もあるんですけど、朝と昼を一緒にしたことが多くて、1日2食プラスおやつとかだったんですけど、出勤が始まったらもう朝昼晩しっかり食べるようになったので、今はまだ体重に変化はないけど、これからちょっとずつ増えていくんじゃないかなって思ってます。なんか出勤すると午前中お腹空いたまま仕事したら全然集中できなくて、白米とお味噌汁とかそういうシンプルなご飯を食べて、でお弁当詰めて、夜も翌日のお弁当に入れられそうな夜ご飯を作ったりとかしてます。ちょっと今考えてるのが、夜はもう少なめにしようかなと思って、少なめにするか翌日のお弁当のおかずを作りながらそれをつまんでいくとか、そういう感じにしようかなって考えてます。今まだできてないけど。あとはこれもちょっとマイナス面だけど、おやつを食べる量がもう完全に増えましたね。お家にいる時もおやつは食べてたんですけど、出勤してからは口を動かしたいってなっちゃって、だから茎わかめとか、前の動画で茎わかめ食べてるって言ったんですけど、それも仕事中食べたりとかしてて、ね、おやつが食べたくなっちゃうんですよ。そうデロンギのコーヒーマシンもこれからずっとリモートだからって思って買ったのに、早速出勤が始まったので、もう全然コンビニのコーヒーとかも買っちゃってますね。今はもうずっと外で自販機とかコンビニとか、あとたまにお店のコーヒーを飲んでます。あとは出勤中の雨の日がめっちゃ大変っていうことですね。やっぱ傘さしてても雨が強いと足元とか濡れちゃうじゃないですか。今までだったら外すっごい雨降ってたらリモートでよかったって思いながら家の中でまったり仕事ができてたんですけど、こればかりはねしょうがないですよね。雨の日も使える日傘を買って、でそれを毎日持ち歩いてます。そうすると急な雨の日でも結構助かるので便利ですね。それプラスで職場に1本大きめのビニール傘を置いてます。風とかも強いと大変だし、あとは日焼け、紫外線も結構浴びちゃってますよね。やっぱ外歩くと毎日もう全身日焼け止めは塗って、プラス日傘で出勤するんですけど、もうそれでも前よりも若干日焼けしたかなって思う瞬間とかあるので、その辺はもう引き続き継続して日焼け止め欠かさず塗ろうと思います。これから涼しい季節になって日焼け止めサボっちゃいそうだけど、そこら辺もね頑張って毎日塗ろうと思います。ラストデメリットが、家の家事が本当にできなくなっちゃったっていうので、平日リモート中だったら休憩時間にさっと洗濯物回して干したりとかっていうのができたんですけど、やっぱ出勤するとそれがどうしてもできないじゃないですか。お休みの日に溜まってる洗濯物をババーって洗ったりして、あと部屋ももうまとめて片付けたりとかしてます、休日に。でもその分時間の使い方っていうか、夜家に帰ってきて寝るまでに本当もう数時間しかないじゃないですか。だからこの限られた夜の時間に何ができるかっていうのをすっごい考えて、それで
前よりもダラダラする時間が減ったっていうのは結構嬉しいです。この時間にご飯作って、でこの時間にお風呂入って、でこの時間に動画の編集してっていうのをそんなきっちりは決めてないけど、今日はこれできたらいいなぐらいだけど、時間の大切さっていうのはより分かるようになりました。お家がもっと好きになりました。今まではもう家にいる時間がめっちゃ長いから、もちろんお家好きだったんですけど、太陽が出てる明るい時間に、普段仕事だとこういう太陽が出てる明るい時間に家にいることができないので、その分もう休日にこうやって家に入れる時間のありがたみが前よりも分かるようになりました。私の心の変化としては、今までリモートだった時に質問をいただいていて、もし次転職するとしたら出勤する会社かリモートの会社どっちがいいですかっていうコメントをいただいていて、私は本当どちらでも大丈夫だけど、でもやっぱりリモートの方が楽かなとかっていう考えがあったんですけど、今だったら結構出勤した方がいいかなって思ってます。完全リモートよりも、半分リモートで半分出勤とかでもいいし、もう完全出勤とかでも意外と大丈夫だなって思ってきました。私がリモートしてた時からしたら、この早寝早起きの生活が考えられないぐらいなので、その辺はでもね、いい方向に行ってるんじゃないかなと思ってます。こんな感じで今日は最近の私の環境の変化と心の変化についてでした。じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。